すみません。今すぐに思い当たりません。承知しておりません。事実を確認した上で判断いたします。皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。フリーライターの松田と申します。このチャンネルでは、日本が真の独立国に一歩でも近づくことができるための情報をお届けしていきたいと思っております。さて、これまで日本が独立するには、まず、日米間の歴史、その中でも80年前の日米戦争について知っておく必要があるのではないかとお話をしてまいりました。そしてそれに関してですね、3つの項目について、考察を、しているわけですが、今日はその3番目、東南アジアに、東南アジア諸国に迷惑をかけたのか、という点について、考察をしていきたいと思います。で、これまでの2項目についてご興味のある方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ前の動画をご覧ください。ということで、早速、3番目、東南アジア諸国に迷惑をかけたのかということについて考察をしていきたいと思います。まず、この問いに答えるためには、時期を3つに分けて、回答していきたいと思います。画面ボックスが3つ並んでおりますが、真ん中が日本の軍政期、そしてその前後というふうに時系列になっております。で、この3つに分けて同じ問いかけをしていくことで、より正確な、結果というか回答を得られると思います。では最初に軍政期前なんですけども、この時期は、12月8日から始まる日本の軍事作戦が展開された時期です。東南アジア方面で言いますと、マレー作戦等が展開される。有名な山下大将によるシンガポール要塞の陥落とイギリスの降伏は翌42年の2月の出来事です。で、その翌月ぐらいまでには、全地域でですね、もう決着がつきます。じゃあこの時期に迷惑をかけたのかということなんですけども、これは迷惑ではなくて、東南アジア地域に対して大きな貢献をしました。というと、図らずもではあるんですが、20世紀の人類史上、最大の貢献の一つと言ってもいいことを行いました。それは何か。それは、植民地支配を行ってきたイギリス、オランダ、フランスおよびアメリカの現地軍を軍事的に敗北させたことです。で、アジアの植民地支配というのはですね、ヨーロッパ人がそれが人類にとって善なんだと、神の意志だということで、成り立っていたわけです。であるからこそ負けないんだという腐敗神話を持っていたんですね。今日ではにわかに信じがたいことなんですけども、それが事実でした。で、この点に関しましては、同じヨーロッパ人である、歴史学者の、トインビー博士の証言を得たいと思います。トインビー、アーノルド・トインビー博士は、イギリス人で、高名な歴史学者です。で、首都に、歴史の研究があります。馴染みがある方も非常に多いかと思うんですけども、博士の証言をお聞きください。日本人が歴史に残した業績は、アジアとアフリカを支配してきた西洋人が過去200年間考えられてきたような腐敗の半身ではないことを明らかにしたことである。イギリス人もフランス人もアメリカ人も皆バタバタとドミノ倒しのようにやられてしまった。そしてアメリカ人だけがなんとか軍事上の栄誉を保ち続けたが、他の2国は不面目な敗北を喫した。はい、いかがだったでしょうか。
引き続いて、先ほどの、図の真ん中のボックス、軍政期について考察をしていきたいと思います。で、この時期、迷惑をかけたのかという質問に対してですね、答えはイエスです。軍政ですから、やはり悲惨な出来事も多々ありました。ですから、この点は我々真摯に受け止めていかなければならないと思います。もちろん、この3年半の時期ですね、独立に資することもしています。ただこれは地域によって非常に大きな、差があります。で、いずれにせよですね、どっちかしか取り上げないっていうのは、これはためにする論議で良くないと思います。ちゃんと両方見て、悲惨な出来事は謝罪するし、評価すべきところは評価するというスタンスが、私はいいんではないかというふうに思います。はい。では、最後のボックスです。1945年8月15日、日本は敗戦となります。少し日は前後しますが、この時点で、すべての東南アジア地域で独立が宣言され、主犯が指名されている状態になっています。で、ここで何が起こったか。なんと、欧州諸国はですね、植民地支配を継続するために軍隊を編成して、再び、攻め込んできました。結果、独立戦争が、始まりました。では、この時期、日本は、東南アジア地域に迷惑をかけたのかということですけども、迷惑ではなくて、残留した日本兵がですね、独立戦争の手助けをして、独立に大きな貢献をしました。で、この日本兵の皆さんは、誰から強制されたわけでもなく、自らの意思で、残ったのであって、アジアのですね、アジア解放の理想を胸に、現地の人たちと一緒に植民地主義者と、戦ったわけです。で、このことは本当に日本人として誇りですね。ところが、戦後、長い間、このいわゆる残留日本兵に対しては、非常に冷たい扱いが行われてきました。これはなぜかというとですね、敗戦の時点で全将兵に復員命令が出されます。天皇の命で、要は復帰しなさいと。日本に帰ってきなさいということを命令されたわけですけども、これに逆らったという形になってますんで、逃亡兵、もしくは脱走兵という位置づけで、扱われてきたということですね。ただある時期から、改善はされまして、近年は日本兵の名誉がですね、改善されております。昨年のことになりますが、天皇皇后両陛下がインドネシアをご訪問された際ですね、残留日本兵の子孫とお会いになられたことは大変素晴らしいことだと思います。3つのボックスについての説明はここまでなんですが、ここで皆さんにお聞き願いたい証言があります。インドネシア残留日本兵の互助会に福祉友の会というのがありまして、この会が2005年にですね、それまでの月報の抜粋集を出版しています。非常に分厚いものなんですけども、今日ご説明してきた時代をですね、生き抜いてきた日本人の偽りのない、また
飾らない生の声があると思いましたので、ご用意しました。では、どうぞ。私は1945年4月にジャワから戦火のボルネオへ転出を命じられたため、独立戦争の状況を知り得なかったのでありますが、離隊してインドネシアの独立軍に投じた日本兵は、インドネシアを第二の我が祖国として神妙を捧げたのでありました。日本はアジアの解放を叫んで南進したのに、45年8月に敗戦したために、インドネシアを独立させる約束を果たし得なかったのですが、その約束を残留の日本兵たちは、祖国日本に代わって身をもって果たしてくれたのであります。350年間、オランダの植民地であったインドネシア国が3年半という短い期間ながら、日本の占領下にあったことも紛れもない事実です。歴史的に見ても、世界の国々で支配し支配されることは、両国民に多くの犠牲を強いてきました。我々の父であるインドネシアの残留日本人は、命を懸けてインドネシアの人々と共に独立戦争を戦い、インドネシア政府よりゲリラ勲章を与えられ、英雄として認められました。その功績が、その後の親日の礎となっていると確信しております。これはインドネシアに根付いた我々日系人としての誇りです。ここからは、今日のまとめです。東南アジア諸国に迷惑をかけたのかという質問に対しての答えは Yes, however ということになろうかと思います。貢献もあるし迷惑もあるということになります。ですから、そのどちらかだけをですね、切り取っていろいろ主張するのは、私は非常に不毛な論議だと思います。何より事実に反しますからね。事実は両方ある。貢献もあるし、迷惑もあるということだと思います。ということで、次回はですね、これまでのまとめも兼ねまして、15年戦争について、考えていきたいと思います。本日は最後までご視聴誠にありがとうございました。